ゲームってものを本当に知らなかったので、ゲームってこういうもんなんだろうなって思いながら、実際にあるものを作っていけるんだって本当に思った。もちろん限られてますけど、僕は本当に城の中に入ったら城の中だけみたいなイメージだったんですよ、それまでは。いや、そうじゃないんだっていうのを教わったのはシェンム。最初の僕が関わったゲームがあれだったのは、自分で今ドラマとか仕事してますけど、そっちにもうフィードバックしてる部分があるなっていう、自由でいいんだっていうのは一つありますね。声優の本屋さん行ったんですよ、声優の中にある本屋さんに。その時で「吉野さんこれどうですか?」でシェンムで神の木っていうのはすごく今でもよく覚えてますね。その時の初めてその名前を聞いた時のあの時は震えましたね。いいタイトルだなって。一人の男の子が親父の復讐っていうかですね、を殺した相手を探していくっていう、もうそこだけは絶対ブレないようにしたいというのが一番僕はそこだけですね、思ったのは。いろんなアイデアもいいアイデアもいっぱいありますしなんですけど、そこの主人公の気持ちのブレないところだけは気をつけたつもりではいるんですけど、実際ゲームやってみるとやっぱりそこはシェンムの面白いところだと思うんですけど、気持ちは親父の敵を撃たなきゃいけないんだけどガチャガチャしてるっていう僕はね、でもあれがすごく人間っぽくてですごく自分がその主人公になりきった人はもうガーッていけちゃうんだと思うんですよ。そうじゃない人たちのそのばらつき加減がゲームの面白いところだったのかなって、僕なんか実際やってみるとそうだったですね。親父がああいう家を構えて、おそらく人格者だったと思うんですね。で人格者の下で育てられるってことは結構窮屈な思いもしてたと思うんですけど、ただやっぱり親父のことがすごく好きだったのは間違いなくて、なんていうんですかね、親父が亡くなったことで親父が言ってたことを、ゲームの中にはそこまで反映されてなかったかもしれないですけど、親父だったらこうしたんじゃないかっていうことが多分彼の中にいっぱいあったと思うんですね。知らない間にそれが溜め込まれていっていて、でそれがいろんな人に会った時になんかこう生きていくようなことなのかなと。親父が死んで初めて親父の人生を自分が歩んでいるようなところかなと、かっこよく言うとですね、すごく頭の回転の速い人なので、それはもう僕なんかよりも先のことをやっぱり見越して考えられてるんだろうなっていうのは打ち合わせしながらそれはよく感じてましたね。だから僕は戦おうとかっていうタイプではないので、いかにこの人が喜ぶようなものを俺が作れるのかなって、おそらく、ユウさんの後ろ側にゲームをやってるプレイヤーがもう何万人っているわけですよ。でユウさんがこれ面白いですねって言ってくれると、その人たちも喜べるのかなって。僕には実態が見えないですから、そこの一つの指針っていうかですね、この人が喜ぶんだったらいいのかっていう。でこの人がなんか今表情変わったなと思ったら、これをやっぱりつまんないんだなとか、プレイヤーもやっぱりつまんないのかなっていうふうなことでは今そういう立場っていうかそういう関係ではいました。シェンムに関わった時にちょうど40歳の誕生日を祝っていただいたんですねセガの方でっていうかスタッフもう身近なスタッフだけでなもんですから、もうあの頃の自分は変わってないとは思うんですけど、多分おそらく変わってるんだろうな。で今シェンムー3をまたあれから17年15年経って関わるとまた違ったものにおそらくなるだろうなと。自分の中でそんな変わったつもりはないんですけど、おそらくセリフの一つ一つにしてもあの頃とは違う、どこか違うんだろうなって思います。でそれをすることがなんかすごく自分で楽しみだなって、その関わることがすごく楽しみだし、15年前の自分とちょっとかっこよくと向き合えるのかなっていう、でいい機会かもしんねえなみたいな。テレビとか、ないんですね。前やったものを同じ人にやってくださいみたいなことは。こうやって同じものを15年前にやったものをまたやれるっていうのは
これまた貴重な経験になるのかなって。